おはようございます。ジンギター工房の神谷です。いつもご視聴ありがとうございます。本日は塗装の白濁についていろいろ考察をしていきたいと思います。白濁ですからね、白髪じゃないですよ。塗装が白く濁る白濁っていうのは、特にPRS とか多いですけれど、私も何度もね、塗装したりして、白濁になった時っていうのはリフィニッシュしか方法がないので、しょうがないんですけれど、今回用意したのが、その前にまず、白濁っていうのは、ラッカー塗装では起こらないんですよ。ラッカー塗装でも、一見すると白く濁ってるようなものもあるんですけれど、あれはね、例えば木材と、塗装面、塗料とのその密着がちょっと剥がれたりとかね、それでちょっと白っぽく見えたりとかっていうことはあります。簡単に言えば、スマホの画面のフィルムとかありますよね。保護フィルムとか。中にちょっと空気が残っちゃうと、そこの空気が残った部分だけ白くなるじゃないですか。あれと同じ原理です。話元に戻って、ポリ塗装の場合は、ポリウレタン塗装とポリエステル塗装と、大まかに2つありますよね。もちろん紫外線効果とかいろいろありますけれど、ちょっとそれ話は置いといて。でね、もう1年半とか2年ぐらい前かな、ポリウレタン塗装とポリエステル塗装をしたのがあります。5ミリぐらいの厚みの、薄い板に塗装をして、で、それをここまで薄く、削ってったんですよ。裏っ側を。木の部分がなくなるように。うちはポリウレタン塗装しかやってないので、ポリエステル塗装に関しては外注でお願いしました。知り合いの、大先輩なんですけれど、工房さんでお願いして、意図的に厚めに塗ったやつと、通常通り薄めに塗った塗装と両方やってもらいました。この厚めに塗った塗装と薄めに塗った塗装でどのような違いが出てくるか、それをね、今日検証したいと思ってます。で、ちなみにうちでやったやつ、これポリウレタン塗装なんですけれど、これはね、トップは7回吹いてます。クリアですね。ところが下地層であるサンディングシーラー層は、こっちは4回吹いてます。こっちの厚めに塗った方は約4倍。17回も吹いてます、こっちは。サンディングシーラー層。だからかなり厚めです。見た感じはね、ほとんどわかんないんですよ。ただね、なんとなくね、このもうすでに厚く塗った方っていうのは、ちょっとね、色合いがね、コントラストが少しないというか、やっぱりね、薄く塗った方が濃い色が残ってるんですよね。そんなこともあります。で、ポリエステル塗装に関しては、何回塗ったかっていうところまでは、わかんないんですけれど、とにかく厚めに塗ってくれっていうお願いしたものと、通常通りに塗ってくれっていうふうにお願いしたもの、両方用意してます。で、これも折ってみたりね、そういう感覚から、かなり厚く塗られたんだなっていうのは分かってます。はい、ということで実験結果をお見せしますので、それを見ながら解説していきたいと思います。はい。でね、白濁の原因なんですよね。まず最初に私が想像しているというか、今までの経験上でね、白濁っていうのはこういう原理で起こるんだっていうのを言います。ポリ塗装っていうのは、固まると下敷きとかアクリル板ありますよね。ああいうものなんだっていう風に考えてください。木の部分とそのポリ塗装っていうのは完全に密着してますよね。塗った直後は全然問題ないんですよ。白濁って起こらないんですね。時が経ってくるにつれてああいう白濁っていうのが起こるんですけれど、なぜじゃあそれが起こるかっていうと、木材って収縮したり伸びたり縮んだりするじゃないですか。大抵は時が経つとだんだん縮んでくるんですよね。塗ったポリ塗装の部分っていうのはその縮みに対して密着されていて、木材の変化に対してだんだん無理な力がかかってくるんですよ。圧縮される力というか、その力がある一点を超えると白く濁ってくるっていうのが私の考えです。一番わかりやすいものだと透明の下敷きとかありますよね。折り曲げてみると白く濁るじゃないですか。
あれと同じことが起きてるんだなっていうのが白濁の原因だと私は考えてます。はい。で、それを踏まえて、今回こういうような方法で、実験をしてみたんですけれど、まずポリウレタンからやってみます。で、徐々にこうやって力を加えていくと、ある一点でね、見ててくださいね。これ右側が、厚めの塗装です。ここですね。折り目の部分が白く濁ってますよね。で、一方、左側の、薄く塗ったというか通常通りの塗装の厚みだと白く濁ってないじゃないですか。この違いですね。この結果で見ると、通常通りの塗装圧だと全然白く濁んないじゃないですか。試しに限界まで折り曲げてみたんですよ。こうやってほぼ90度まで折り曲げてみても薄い方は全然濁らないですよね。ですから厚く塗れば塗るほど白濁っていうのは起こりやすいんだなっていうのがこの結果から分かります。はい。で、続いてポリエステル塗装をやってみたんですけれど、こちらですね。見ていただくと分かるんですけれど、はい。この通り見事に途中で折れちゃいました。1年半ぐらい、要はこの塗装をしてもらった直後の時は、このぐらい曲げたぐらいじゃね、別にバキッとはいかなかったんですよ。この1年半ぐらい保管しておいた状態で、より塗膜が硬くなったっていうんですかね、折れちゃうようなことになったんだと思うんですけれど、ちょっとこれ、ポリエステル塗装に関しては、これ実験失敗ですね。あとね、一つ分かったのは、ポリエステル塗装はポリウレタン塗装より硬い塗料屋さんとかそういうところから聞いて、知識としては持ってたんですね。で、実際普段塗装を削ったりとか、そういうことをしていても、ポリエステル、エステル塗装の方が、かなり硬いなっていうのは手の感触から感じてたんですよ。実際に今回こうやってね、超薄い板状にして折り曲げてパキンってやってみても、やっぱりね、ポリウレタン塗装の方は若干ね、柔軟性があるんですね。悪く言えば少し柔らかいというか。で、ポリエステル塗装の方は本当にね、パキンっていう感じでね、本当に硬いです。ウレタン塗装に比べると。なのでそういうことが一つ分かったってことですね。はい。で、次、ラッカー塗装もやってみました。ラッカー塗装はどうでしょうか。ラッカー塗装はですね、曲げていくと、はい。もう、速攻割れました。で、これも1年半ぐらい前に塗った直後の時は、もっとね、柔軟性がありました。今みたいにこうやっていきなりバキッっていう風に割れるんじゃなくて、曲げていくと若干筋がね、ひび割れが細かく入っていって、粉砕されるような形でっていうような感じになったんですよ。ところが、1年半とか2年経って、より乾燥して硬くなったんでしょうね。こんなような状態ですぐにパキッという風に割れてしまう状態になりました。このことからも塗装っていうのは吹いた後にラッカー塗装であれば2週間ぐらいは乾かしますけれど、完成された直後の塗装よりかはどんどん時が経つにつれて、特にラッカー塗装の場合はね、硬くなってくるんだなっていうのが分かります。はい、でせっかくなのでこの白く濁った部分を直すことができないか。で、よく巷で言われるのは、ドライヤーの熱じゃね、ダメなんですよ。ヒートガン。ホームセンターとかそういうところで売られてる、当てるともう火傷するようなぐらいの熱風が出るやつがあるんですけれど、これで熱してあげると、白い濁りが消えるんですよ。
実際に私も試したことあるんで消えるんですけれど、じゃあそれを当て続けたらどうなるのかっていうね。あんまり楽器本体に対して極端にそこまで長時間熱をかけたことっていうのは今までないので実験してみました。まずポリウレタン塗装からです。でこれちょっとこうね、意図的に曲げて、もう今白く濁ってますよね。でこの状態で、固定しておいて、で、ヒートガンで熱をかけてみます。さてどうなるでしょうか。最初のこの中央の折り目の部分がうまい具合にこう消えてきたなと思った瞬間に、今度は他の部分が白く濁ってきたんですね。これにはねちょっと驚きました。あれあれと思ってそのままちょっと放置しておいたら、冷えてくるにつれてこうやってね元通りに戻ったんですよ、白く濁った部分が。ちょっとした新たな発見でしたね。じゃあもっともっと熱し続けたらどうなるのかと思ってもう一回やってみました。全面にねこうやってかけたんですよ、熱を。そしたら予想通りこうやって全面が白くなりました。でこの白くなった状態でしばらくこう常温になるまでこうやってね放置しておくと、こうやってまたね元通り色が戻るんですね。こうやってねアップで実際にこうじっくりこうやって見てみても特に何も変化はなく正常な状態。見た目ですけどね、木の部分とこのポリウレタン塗装とのこの間でどういう変化が起こってるのかとか、分子レベルでどうなってるのかっていうことまでは分かんないですけれど、とりあえずね熱によって一旦こう白く濁っても常温になればまたこうやって戻るんだなっていうのが分かりました。はい。でねちょっとふと思ったんですよ。熱をかけて白く濁った時に、これ見ていただくと分かるんですけれど、こうやってまだらに白くなってますよね。もしかしたら裏のこう張り付いている木の部分が影響してこうやってまだらに白くなってくるのかなっていうふうに思ったんですね。木の部分との密着具合が塗装面にかける力具合を場所場所によって変えてるがゆえに、こうやってまだらに白くなってくるのかなと思ったんです。じゃあということで極力限界まで削って、こういう状態でもう一回熱をかけてみました。裏側が透けてる状態ですね。でこれ以上削ってしまうと色がなくなっちゃいますから、生地着色なんでこれが限界ですね。ではどうなるでしょうか。熱風を当てていきます。そうするとちょっと分かりにくいかもしれませんけれど、さっきよりかはこう全体が同時にまんべんなく白く濁ったっていうのが分かると思います。これ比較してみるとよく分かると思うんですけれど、こんな感じですね。これに関しても常温に戻ってくるにつれて、白く濁った部分がまた透明に戻りました。アップでこうやって見てみても特に何にも問題はなさそうに見えます。それで最後、こういうふうに熱をもろにかけて、一旦こう全面が白濁、熱をかけて白くなるっていうのは今回初めて知ったんですけれど、でまた元に戻った状態でこうやって折り曲げてみると、やっぱりね力を加えるとそこの部分だけ白く濁ります。ほとんど特性としては変わってないんだなっていうのが分かりました。はい、ここでちょっと一つ、薄いポリウレタン塗装の方も熱風をかけてやってみたんですけれど、これ今1分間ぐらい、熱風をかけ続けてるんですが、この薄いポリウレタン塗装の方は全く白濁もすることなく、変化がありませんでした。はい。で次はポリエステル塗装とラッカー塗装も熱をかけてみました。ご覧の通りポリエステル塗装に関しては厚いものでも薄いものでも、熱をこうやってかけても白くなりませんでした。白濁しませんでした。で、次ラッカーですね。ラッカーもね、白くはならなかったです。
で、これ中央の部分ね、今塗装が割れてますけれど、この部分が熱をかけると、もうなんだろう、こう、火膨れみたいな感じになっちゃって、ちょっとね、こう、ぷくってなってますよね。で、その他の部分に関しても、ラッカーも特に白く濁ることはなく、そのままでした。やっぱりラッカーの方が熱した後にこう触ってみると、こうちょっとね、若干ベタつくというか、こうなんだろうな、少し柔らかくなってるなっていうのがわかるんですよ。で、ポリエステルの方は、そういうことはなかったですね。はい。ということで、今回の実験結果はこういう感じだったんですけれど、まとめです。白濁の原因というのは、木材の変化に対して、木材が縮むことによって、塗膜に力がかかってくるんですね。その力が徐々に加わっていって、ある一点を超えると、そこの部分が白く濁ってくるっていうのが白濁の原因です。はい。で、それから、白濁が起こった箇所に対して熱風を当てると、果たして透明に治るのかっていう実験は透明になりました。なりましたけれど、透明になった直後に何にも問題なかった部分、全体までが白く濁りましたよね。ポリウレタン塗装のケースですけれど。そういう風になってしまうんですけれど、それがまた冷えると元通り透明に治ったっていうのが分かりました。で、ポリエステル塗装に関しては白濁を再現できなかったので、実験はできなかったんですけれど、以前PRS の塗装で熱風当てると多少透明にはなりました。おそらくね、経験上からなんですけれど、PRS の下地のサンディングシーラー層、あれもね、ポリエステル塗装だと思います。削った結果ね、かなりガッチガチなんで、間違ったらごめんなさいね。とりあえず PRS の現物でああいう風な熱風当てを試した結果はありますので、その結果多少改善されたことは、事実としてあります。じゃあこの熱風当てが推奨できるか否かなんですけれど、これはね、あんまり推奨はできないですね。木材と塗料とのその密着性にどう影響してくるのかっていうのは分かんないですからね。未知数ですからね。今とりあえず透明になって治った万歳ってなったとしても、やれ数年後、5年10年後にその今回の熱風当てが原因でなんかもうバキバキになってきたりとかっていう、そういうことも考えられなくもないですから、推奨はできないですね。あくまでやるんであれば自己責任でお願いします。PRS の場合は本物のバインディングはされてないので、あれ単に色がついてないのでバインディングに見えるだけです。で、もし仮にこれが、レスポールとか、本当のバインディングが巻いてあるものに対して熱風をかけるんであれば、これはね、ちょっと危険と言いますか、昔ながらのバインディングが使われてる場合には、あれ素材がセルロイドってやつなんですね。で、セルロイドっていうのは火気厳禁なんですよ。実際ライターで燃やしてみると、もう勢いよくブワーってこう燃えるので、で、ダイヤマークさんとか、今ね、CAB とかって書かれてます。キャブって書いてありますけど、危険物のセルロイドの代わりに安全性を重視して開発された素材ですっていうふうに書いてありますので、このキャブっていう素材に熱風を当て続けても別にどうにもならなかったです。要は熱風当てるんで単にこうぐにゃぐにゃって曲がりやすくなるだけですね。はい、そんなところですね。話を元に戻しますが、白濁の原因は特に塗料が厚めだと、白濁しやすいってことです。でもこれはもう明らかですよね。さっきの実験結果からしても。なので、必要最低限に塗装はするべきだと私は思ってます。このことからも。はい。それで最後になりますけれど、PRS の塗装っていうのは、数年前からトップコートはラッカーになったんですよ。実は。
で、下地は相変わらずポリ塗装らしいんですけれど、今までの経験上、ラッカー塗装になる前の話ですよ。PRS っていうのはトップコート薄く仕上げてますっていうのを売りにしてるんですよね。実際ね、削ってみても、最初のトップコートはね、もう簡単にね、剥がれるぐらいすごく薄く綺麗に仕上げてあるんですよ。ただし、下地層であるサンディングシーラー層。あれがめちゃめちゃ分厚いんですね。これはもう何本も何本も PRS の塗装を生地までこう削っていって再塗装している私が言うので間違いないんですよ。もちろん年代によっても違いはありますけれど、で、白濁がどこで起こるかっていうと、クリアのトップコートではないんですよね。下地層であるサンディングシーラー層で白濁が起こってます。ホームページでも紹介したことがあるんですけれど、トップコートを剥いでいきますよね。で、剥いでいって、剥いだにもかかわらず、まだ全然白濁っていうのはそのまんま残ってるんですよ。それがその証拠の画像です。これです。なので、白濁っていうのは、薄いクリアのコートでは起こってなくて、下地層であるサンディングシーラー層で起こってるんですね。PRS が、数年前から、トップコートをラッカーにしましたっていう話を聞いて、あ、そうなんだと思って結構びっくりしたんですけれど、じゃあ果たしてこれで白濁が今後なくなるかっていうと、それはね、あと5年10年経ってみないと、もしくは15年とか経ってみないと分かんないと思います。もし仮に、PRS のね製造工程が前と同じような感じでサンディングシーラー層を相変わらず厚く塗っているんであれば、いかにトップコートをラッカーにしようが何にしようが、薄くしようがね、全然意味ないですから、白濁はまた起こってくるはずなんですよ。PRS をね、こうやって悪く言ってるように見えますけれど、私はPRS 大好きです。素晴らしい楽器だと思ってますよ。精度ももうピカイチですし、何よりね、綺麗な生地着色のこのカラーといいね。あとインレイもドラゴンのインレイとか昔ありましたけれど、ああいうのも個人的に参考にさせてもらって、非常に尊敬するギターメーカーの一つでもあります。ただね、やっぱり PRS は白濁は多いっていうのがそこだけ難点というか残念なところですよね。多分ね、これやっててわかるんですけれど、下地層であるサンディングシーラー層が厚くならざるを得ないんですよ。生地着色の場合。っていうのはなぜかっていうと、本来はギターの塗装、色付けっていうのは下地層を塗って、で上地層クリアがありますよね。その真ん中が中間の層が色の層なんですね。ところが PRS とかのような生地着色、木の状態のところに直接染料をこう塗りつけてって、それで色を仕上げるっていう、そういう方法だと、その色ができた状態でまずサンディングシーラーを塗っていくじゃないですか。でサンディングシーラーを塗った後に1日置いて、その日の塗る前に必ず360番とかのペーパーでこう削っていくんですね。凸凹がないように。でまた拭いていくんですけれど、結局その段階でちょっとでも下地の層までこう手をつけてしまうと、せっかく塗った生地着色の色が剥げちゃうことになるんですよ。なので普通の塗装の工程よりまず下地層を厚めに塗っておいて、それで削っていかないとダメだっていう、そういうね理由があると思うんですね。サンディングシーラー層が若干厚めになってしまうっていうのがあると思います。そんなところですね。はい、ということでいかがでしたでしょうか。塗装のリフィニッシュっていうのは非常にね大変です。めっちゃめちゃ大変です。20代とかね、30代の頃はね、体力に任せてね、ガシガシこう塗装とか削ってってこなしていけたんですけれど、さすがにね、最近この5年10年とかかな、ちょっとね再塗装リフィニッシュはきつくなってきましたね。正直あんまりやりたくないなっていうのはあります。それぐらい大変だっていうことですね。
とりあえずまだね、塗装のリフィニッシュとかも受けたまわっておりますので、何かあればご相談ください。はい、ということで、以上になります。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは。